I never made it, いい天気です。 but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm. ああ、料金所ですね。せっかく元気なのに ETC、レッツゴー ETC、ETC ゴー、レッツゴー ETC。 まあ前方トンネルスイッチライトニング。前回ですね、高速道路を走りましたら、すごい異音が出ましてびっくりしたんですが、今回はどうでしょうね。その原因はリアドラムの中にあるハンドブレーキですね。サイドブレーキ用のワイヤーが最初切れたかと思ったんですけども、それのワイヤーに引っ張られてサイドブレーキ用のブレーキシューを動かすレバーの支点であるところ、付け根ですね、そこにあるピンが折れていたと。非常に珍しい故障らしいんですけども、故障というか50年も走ってますからね、仕方ないですね。それで最初フロントのドラムかと思いまして、フロントのドラムバラしたんですが、その時師匠っていう方のガレージをお借りしたんですけども、あれリアドラムのピンが折れてましたよって言ったら、そのピンが折れたやつがですね、ドラムとシューの間に入り込むと、最悪の場合片方の後輪がロックってことになりますので、それ例えば高速走行中ですと、普通考えると後輪がロックした方がコントロールしやすいみたいですけども、フロントの方が実は始末がいいんですね。後ろロックするとこれ暴れるんです。後ろロックした方が方向性を失いますから危ないんですね。VB っていうエンブレムが祠的についてますが、それが運転しながら目に入るのがなかなか気分がいいですし、それが結構車両感覚の手助けになって、ボンネットの先端フロントバンパー全く見えませんが、車両感覚はつかみやすいです。60キロちょっとで走っております。天気は良かったんですが、ちょっと先ほどから雪が舞ってますね。前に四日市って書いてありますけども、この辺は工業地帯って聞いているんですが、カメラに映ってませんが、向こうの方の山には雪が積もってますね。どうでしょうか、四日市、単なる田舎ですね。どう見てもこのインターの周りの感じ、田舎だと思いました。はい、ビートル君3本車線があるうちアウトバーンにちょっと似てますね。一番左のレーンを走ってましたが、大型車両追い越しのために第2車線出ましたら、ハイエースさんが後ろ詰まってきましたので、進路をお譲りしてまた70キロぐらいに落ちました。先ほどまでは100キロ走行可能です。アウトバーンカーのビートルとヒトラーとポルシェ先生、ポルシェ博士とヒトラーさんの残した偉大な遺産ですね。80年前のものとは思えないね。またまた働くハイエース、あれはワイドのロールーフですね。かっこいいですね。私ハイエースは乗ったことないんですが、キャラバンホーミーっていうのを昔、今名前
いう軽の商用車でバモスホビオというやつを買ったんですけども、ちょっと、乗り心地が悪くてやめました。でも目的は車中泊をすることだったので、ハイルーフでしたので、車中泊でハイルーフ関係あるんかというと、寝具を出したり畳んだりするときに、ハイルーフですと中腰で後ろで作業できますし、ホビオ君は後ろがフルフラットでしたので、非常に作業性良かったですね。空は真っ青ですが、このトラック真っ青、かっこいいですね。セミグロス、前がツヤで、さあ空がですね、アウトバーン作れる、これ先見の明があったわけですね。アメリカハイウェイがあったか知りませんけども、最初は鉄道を引いてました。その割にはアメリカの鉄道網っていうのはなんかこう他の国と比べますとあんまり良くない感じが、進んでない感じがするんですが、飛行機か車ですね。オイルメジャーがですね、自動車売りたいだから鉄道はあんまりパッとしなかったっていう、都市伝説みたいなのもありますけども、言ったら、ただこの丸いデザインはですね、この間思ったんですけども、あまり汚れないですね。雨が降ってきても丸いから流れ落ちます。で、フェンダー4つとも全部丸いですし、後ろも前も丸いですし、天井も丸いので雨が流れ落ちてあんまり水垢がつかないんですね。でフロントのですね、この前にボンネットが